最近はボトム特化ルアーの研究をしていた。最初はリップレスミノータイプで作成する。これはなかなかうまくいき、ボトムについたら離れない。根がかり回避性能もかなり高かった。そんでバイブレーションタイプがあっても面白いかもと思って作成して試してみたら、根がかり回避性能はこっちのが高い。ただボトムの張り付き具合はリップレスミノータイプのが上だった。リップがある分、障害物に当たり浮き上がってもすぐにそこまで復帰できる。バイブレーションは一度浮き上がるとしばらくそのレンジを泳ぐ感じ。これが適材適所かなんて考えてたら、そろそろカワバチが出現しそうな時期になってきたので、無意識にバチ対応シンキングペンシルを作っていた。一つは表層特化で浮き上がりやすさを重視、もう一つはレンジキープ能力を高めて好きなレンジを引けるようにしたかった。だがどちらも出来はいまいちだった。表層タイプはクロスに入るとアクションしないレベルで浮き上がる。重心は後ろに設定したので泳ぐ角度的に浮き上がりが強くなりすぎてしまったようだ。レンジキープタイプはクロスでの粘りが弱く浮き上がりが速い。もう少しクロスで浮き上がらないように粘ってほしいところ。ボディ形状の調整が必要だ。だが釣りができないレベルではないので、とりあえずクソ寒い中カワバチ探しつつ現場確認しに行った。魚釣ったのか。はい、普通に明暗部で釣れました。釣ったルアーはなんだ。レンジキープ能力を高めたかったシンキングペンシルです。バチパターンか。いや、ダウンクロスで普通に魚が追いかけてきて釣れました。ダウンクロスで粘りが欲しいとか言ってたのに釣れてるじゃねえか。結局魚の気持ちは魚に聞いてみないと分かりません。魚の気持ちを人間が語ってるときは所詮は妄想に過ぎません。お前今多くの釣りプロを敵にしたぞ。いやいや、釣りプロの人は魚の行動や習性について語っています。気持ちではありません。つまり妄想を語っているようではまだまだということです。お前が釣りが下手って話じゃねえか。何はともあれ釣れるルアーができたのでよしとしましょう。めでたしめでたしということで。動画はまだまだ続きます。なんでエンディング流してんだよ。ブラックジョークってやつです。うるせえよ。ここからが本題です。魚の気持ちはわからないが、シーバスはなぜルアーに食いつくのか、誰もが一度は考えると思う。この疑問はシーバスではないが、有名ルアーメーカーラパラの話がとても参考になる。フィッシュイーターは弱った魚を狙うようだ。自然界の狩りの鉄則なんだと思う。シーバスも同じように弱った小魚を狙う狩りはしているだろう。魚の動きに似てないルアーが釣れる理由として、他と違うからこそ弱った小魚に見えているのかもしれない。そして思うわけだ。究極弱った小魚を演出すればめちゃ釣れるのでは。浅はかだな。世の中のルアーはブリブリ泳ぐのばかりだと思うんだ。これは動いた方が釣れそうだと感じる人が多いんだと思う。でも実際現場で遭遇する弱った小魚はブリブリではなくグリグリしてる。グリグリってなんだよ。向きも横向いちゃって明らかに弱ってる感が出ている。フローティングで S 字系ルアーがこの動きにとても近いと思うが、市販のルアーではあまり売ってないと思う。なければ作ればよいのがハンドメイドルアー作成者だ。コンセプトとしては先ほど話したフローティング、横向き、S 字アクションだ。ジョイントにするのはリアルな揺れが出そうだからです。なんだか売ってそうだけどな。ありますよ。あるのかよ。私がまだ中学生だった頃にハンドメイドルアー高で売ってたと思います。かれこれ20年以上は前ですね。昔すぎんだろ。今でも売ってるかもしれませんが、メーカーも名前も思い出せません。昔話はさておき、今回はそんなルアーを作りたい。だけどジョイントルアーの作り方はよくわからないので、まずは適当にテストルアー作ってみた。ジョイント部分は
分解も考えてピンで固定にした。そんでハンガーを複数つけて重りの位置やラインハンガーの位置を確かめていく。そんで適当に確かめていく。くねくねしてるな。はい、くねくねです。これはこれで面白いんですけど、これではない。ウェイトとラインハンガーの位置を変えてみる。これが私が欲しい動きに近いかもしれない。まだ元気そうな動きだけどな。そうですね。浮くときに切りって動くのは調整したいところです。とりあえず基準は決まったので、サクッと設計して作っていく。ここからが最重要工程だ。ボディをぶった切る。まずは適当な木材でボディの固定をする。垂直に切れるように固定は慎重に。そんで直角ガイドで切断線を合わせて切っていく。行きます。切断が終わった。若干斜めになった。お前絶対に何かしら失敗するよな。そうなんです。作り直しレベルではないのでそのまま内部を作成。結合はヒートンを使うが貫通ワイヤーが使えるところは使う。テールはピンで強度アップ。接着中にヒートンを作っていく。ヒートンは欲しい長さやお手頃さで自作にした。ハンガーを作るのと同じようにワイヤーを曲げたらクランプで固定する。そしてバイスグリップで挟み左回転でぐるぐる回していく。左回転は意味があるのか。ルアーにねじ込むときに右回しでねじ込めます。一般的なネジと一緒ですね。接着したばかりのルアーは鉛筆跡などで汚い。さらに分割時にできた隙間が残ってたりする。なので水と歯磨き粉で磨いていく。大丈夫なのか。木材なので洗浄後しっかり乾燥させれば大丈夫です。あと水を使うことにより木戻しが発動します。木戻しとは木が水を吸うことで多少のへこみが治る現象です。そしてこれが洗浄後に乾燥させたものです。隙間埋まってるな。水洗い前と後でこんなに違います。コーティングにも影響するので水洗いはやって損はありません。ここまで来たら難所のヒートンの位置決めです。直角の箇所はないので基準線が取れません。感覚でぶち開けろよ。ダメです。動きに影響するので精度が必要です。売るわけでもねえのにな。しょうがないので断面の型取ってジグを作りました。このルアー何個も作るのか。いや、これっきりだと思います。全力すぎだろ。ジグはセンターと枠を合わせて両面テープで仮止めします。そしてピンバイスで欲しい深さになるように穴を開けます。今回は深さ 10mm、直径 1.5mm で穴を開けます。欲しい幅で穴を開けられたんじゃないだろうか。無事に穴が開いたので仮組みしてみる。想定通りの深さでつけた時もまっすぐで問題なさそうだ。全体を仮組みするとこんな感じ。動きは問題なさそうだ。ヒートンの強度は大丈夫か。
わかりません。一番重要なとこだろう。まだ本付けしてないので強度は後で調べます。ここからはいつも通りコーティングしていきます。ですがぶった切り表面だと気泡が入りやすいので、最初の数回は原液を2枚希釈したものを利用します。コーティングはゆっくりしていってね。コーティングが終わったらヤスリで表面を整えます。そしてヒートンを本付けします。そのために一度外します。ヒートンが外せたら鉄ヤスリでまずは形を整えます。鉄ヤスリはかなり削れるので丁寧に削っていきます。ヤスリかけが終わり、ヒートンを接着する準備が整いました。ヒートンはダイソーのエポキシ接着剤で今回は接着します。1対1で液を混ぜていきます。混合できたらヒートンにエポキシを塗り込み接着です。ガチガチに接着できるように液で穴の中がパンパンになるようにします。なんだか良い表現ですね。何回言ったか。何でもありません。気泡が結構出てくるのでドライヤーで気泡を飛ばします。ただドライヤーだと風が強すぎて接着剤も飛んでいくので、ちゃんとやるならヒートガンがあった方が良さそうです。ところでヒートンの強度はどうなった？忘れてませんよ。強度を測るために同じように接着したものを用意しました。これに重りをぶら下げて強度を測っていきます。最初は 1.25 キロから開始です。いきます。これが上がらなかったら終わり。強度問題なし。次は 2.5 キロです。上がってもまだまだ油断はできない。強度問題なし。続いて 3.75 キロ。上がればかなり安心できる。強度問題なし。最後に5キロ。上がればもう安心。強度問題なし。やるじゃねえか。ヒートン強度の問題がないことが分かったので塗装をしていきます。塗装は仮組みした状態で行っていきます。この方が塗装のズレが少なそうだからです。そして塗装台を少し改造しました。上下で固定してジョイント部が動かないように塗装するためです。固定用のハンガーも少し工夫して360度動くようにします。これでジョイントルアーの塗装準備が整いました。あとはいつも通り塗装していきます。完成です。なかなか良い感じでできた気がする。ジョイントのピンがずいぶんもついな。かっこいい組ネジがあったので使ってみました。少しだけどスチームパンク感があるのがお気に入りです。動かすイメージとしては S 字で動いて止めるとプカーッと浮き上がる。そんな動きが出てくれたら嬉しい。とりあえず風呂場で確認してみる。姿勢が尻下がりだとこれはまずいのでは。全く泳がん。さすがだな。分解してネジの重さを測ってみる。重さは 2.7g。 重すぎんだろ。
まさかネジがこんなに重いとは思いませんでした。これは問題じゃ。というわけで速攻でアルミパイプでピンを作りました。そして重要な重さですが 0.4g、2.3g の軽量化に成功しました。そして軽量ピンをサクッと取り付けました。これで後方重心が改善できるはずです。ちなみに取り付けはこんな感じでステンレスワイヤーで固定です。実験場で確認する。姿勢の改善はできたようだ。あとは S 字アクションが出せるかどうか。S 字アクションのきっかけとなる動きは出ている。これなら現場で確認すれば S 字アクションは出ると思う。早速現場に突撃。そう思ったのですがやめました。なんでだよ。ルアーの修正したい箇所がすでに結構あるからです。あと外は寒いですから。一番の理由それだろ。まずジョイントが気に入らない。隙間が結構空いてる。これだと1匹の魚ではなく2匹の魚に見える気がするんだ。次は浮き上がり速度。弱った魚を演出したいので浮くときはプカーッと浮かんでほしい。だけど今回作ったルアーはプカッと結構勢いよく浮き上がる。ここは重要なのか。魚の気持ちはわからないので知りません。自己満足じゃねえか。違います。まずは自分が納得できるまで作り込んでから魚に効くのが礼儀というものです。何の気遣いだよ。牛道です。うるせえよ。こんな感じで直したい箇所がある。浮き上がり速度は重さの調整ですがジョイントは構造から見直しです。なのでジョイント構造をいくつか作ってみました。まずは横溝タイプです。可動範囲が広くボディの隙間は少なめで作れます。ですが加工の複雑さ、コーティングのしにくさが目立つ構造です。次は V 字切り込みタイプです。最近のルアーでよく見る構造です。可動範囲は狭いですがボディの隙間はかなり少なくできます。 V 字切り込みの精度を出すのが難しい構造です。ルアー作成工程を考えどの構造が良いか選択したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。続く。